はい、皆さんお待たせしました。引き続きですね、京メトモリ突き破る党から開かれる空への第2部を開始したいと思います。第2部のゲストを紹介していきたいと思います。最初のゲストはですね、大阪市横山秀幸市長です。よろしくお願いします。私の中でですね、大阪万博が成功したと思った瞬間は、横山市長がガンダムポーズを取った時なんですよね。レストランでですね、ガンダムポーズを、でガンダムポーズを取って X に上げて、今までだったらそれでなんだって大炎上してたんですよね、普通だったら。でもそれがあんまり怒られない。非常に僕は当時のなんかいいね数で最高のいいねをいただいて、そうなんです。これはどういうことだと、何が始まってるんだと私自身も驚きましたね。私はそこで成功確信しました。万博がこれ成功したぞ。ガンダムポーズ、ガンダムポーズで市長の。はい、なので本当に僕にとってもなんか印象深い横山市長から始まった万博。いや本当にはい、よろしくお願いします。ありがとうございます。では次さっきもねご発言いただきましたが藤本壮介さんです。よろしくお願いします。藤本さんは本当に万博の顔としてねリングをはい、炎上を自分で言いますから、はい、もうだから藤本さんも全然ベンチマークにならなくてずっと燃え続けて横山さんが炎上しなかったっていうのがでも常に冷静にSNS 上で怒ることなくずっと議論されてたじゃないですか。内心はめちゃめちゃ怒ってました。そこは万博のためにすごい本当に基本も理性的にね本当にこの誰よりも矢面に立ってスケープゴートにもなりつつも一番の立役者としてもそれは本当にそうで、僕と吉村さんは出禁とか言ってすぐ大炎上して本当に大問題になりましたので、それを横で見てこういうこと言っちゃいけないのかなってご心配おかけしました。はい、ありがとうございます。ではよろしくお願いします。はい、で、3人目がですね、忽那弘樹さん、よろしくお願いします。忽那と申します。よろしくお願いします。忽那さんはこのランドスケープデザイナーで万博全体の景観をやっていて、まさにこのリングと一緒にですね、景色を作ってきて、で、今回ハードレガシーとしてコンプリートに植栽が残るというこの静けさの森もずっと一緒にやって、そうですね。それが一番嬉しいですね。はい。本当に静けさの森がなくなるかどうかって言った時に2人で籠城しようかってそうですよね。最初横山市長ありがとうございます。森がね最初は更地にして返すっていうことやからなくなるってそういう情報が藤本さんからも聞いたから、そういう岐阜に駆られてこれですね。木植えて切ったら命かかけへんわって言って岐阜に駆られて乗り込んで皆さんともここで籠城しててどこそかっていう話をしてた。本当にでもいろいろな人たちがね頑張ってくださって本当にこう大阪市大阪府の方も横山市長吉村知事本当に万博協会の方々がこう一緒に頑張ってなんとか全員なんとかここに来た決勝という感じで登ることだって本当嬉しいですねこれは。いやありがとうございます。はい、いやもうなんとかはいで今日はですねそういった関係者を迎えつつですね、万博後どうしていくんだということですよね。このガンダムポーズの次は何ポーズを取るのかっていうところも含めてですね、ぜひこの大阪らしさをどう未来に生かしていくかっていうようなことのですねお話をしていきたいと思うんですけれども、まず横山市長改めて、めちゃくちゃ盛り上がりましたね。いやーやっぱり始まる前どうですかね。ここまでは本当に予想できてなかったですし、もう本当に一人でちょっと感謝ですけどね。もうまず関わっていただいたプロデューサーの皆さんで海外の皆さんやスタッフの皆さんでやっぱり来場者の皆さんですね、すごいプラスのオーラで会場で発信いただいた。でこれがまたいろんな映像が出回って新しい時代が来たなというのを感じさせる本当に素晴らしい6ヶ月間に。そうですね。いや私自身も大阪の人たちの力に本当に深く感謝ですごいですね。大阪多分他のエリアも似た力あるのかもしれないですけど大阪が特に何でも面白がってやろうっていうこれが人の力というかですね、海外の方たくさんお迎えするのでよくお話しするんですけど、大阪どうですかというとみんな喜んでいただいて、
でちょっと関東の人いたら申し訳ないんですけど、東京と大阪どっちがいいですかって聞くんです。まあ、大阪市長に聞かれますから皆さんそれは大阪ですって言います。それはそうですよね。僕は不問すぎますよね。で意地悪いからさらに聞くんですけど、どこがいいですかって聞いたら、一番驚いたのがほとんどの人が最初に人ですって言うんですよ。なるほど。人間が皆さん本当に温かくてオープンマインドで、なんかすごい明るくて、それは万博会場だけじゃなくてあらゆるところで大阪関西の人っていうのはすごい明るくて、これは市長が聞いてるんですね。僕が聞いてる。ごめんなさい、市長に聞かれてる。僕が聞いて、僕もじゃなかった。すごい重要な。それで向こうの人が皆さん大阪の人は素晴らしいというふうに答えている。これは間違いなく、まあ、いろいろ大阪の財産っていうのはあるんですが、一番の財産はこの人、それが世界の皆さんにちょっと認めていただいたのかなっていうのは。いや本当ですよ。私自身もやっぱり今回の万博の、まあ、もちろんリングが一部残り森も残るんですけど、何が最大のレガシーかというとやっぱ人だと思うんですよね。ここに来てある種の分断を五感で乗り越えて面白がってこの祝祭を成功させて未来は多様であるっていうことを感じた人こそ本当にレガシーじゃないかなっていう。おっしゃる通りです。いや本当に素晴らしいですよね。いや本当に特にまあいろいろなシステムとかなかなかつかないこともいっぱいあったんですけど、逆に何かAI に聞いたらそれがむしろ障害となって人々を結束させましたっていう答えが出てきたんですですけど、でも本当にそれぐらい前向きに大阪の人たちは面白がって攻略をしてっていうところで祝祭成功していやそうですね。でメトロが止まっているのも、やっぱりまあ、僕らは非常に反省しますし、なんとかもう起こさないようにと思ったんですが、会場にいらっしゃった方々が、まあ、こう誰に言われるまでもなくすごくこう明るいムードになっていったっていうのはあれは本当にちょっと感謝しかなかったですね。僕らはやっぱりあれも二度と起こさないっていうことを、まあ、徹底しないといけないんですけど、運営がまあ別としてね、でも本当にいろいろなパビリオン、まあ、もちろんパビリオンもリソースあるところないところあるんですけど、リソースあるところは本当にこう場を開いて楽しく過ごそうぜっていうなんか違う祭りが立ち上がってきたっていうね、人の力っていうのを見せることができた半年間っていうのはやっぱり何よりありがとうございます。では藤本さんも改めて、はい、どうですかね。いや今でもやっぱりすごく記憶というか残ってるのは開幕、まあ、僕らは会場を作る仕事なのでゆっくり出来上がってくるものとしては見てたわけですよね。大体こういう会場かと。で自信を持ってもちろん作ってたんですけれども、初めてそのお客さんが入ってきて、しかも大勢のお客さんが入ってきた時にやっぱり本当のところどういうふうに受け止められるのかっていうのは本当にまあちょっと怖かったわけですね。なるほど。どっちに転ぶんだろうと。でその日にわーっと入ってきて、なんか皆さん楽しそうな感じでその会場を満たしていって、でそこにね命が吹き込まれていったような感じがしたんですね。あれがやっぱり一番僕にとっては感動的でしたね。だからリングももちろん構造体としてはできてたんだけど、物に感動するというよりは、そこに人が来て、でリングの向こう側を人が歩いてるわけですよ。そうですね。絶妙な距離感でしたね。でこっちも歩いてる、こっちはねもう楽しそうな顔して歩いてる顔が見える。向こうにもなんか人がいるなって、同じところにはるか彼方なんだけど同じところにみんないるなっていう感じが、なんかね設計の意図とかあらゆることを考えてたつもりだったんだけど、でもそれをはるかに超えてそこに現れた時に、こういうことなのかと万博っていうのはっていうふうにやっぱ感動しましたね。いや本当にリングがすごいかどうかってやっぱりこう万博開幕前全く伝わらなかったんですよね。で力不足。いやすごくこの SNS 時代にすごくやっぱ不思議な空間体験で、で藤本さんはもう開けば絶対伝わるはずだって言ってたりとか、あるいはいわゆる関係者ですよね、来てリングすごいってなって、やっぱ場に来て一旦感動するんですけど、でやっぱり空間で立ち上がった体験があった後に来場者が入ってもう一段上がりましたね。リングやっぱり場に来て、でリングって改めてこう写真とかいっぱい今も出てるんですけど、
すごいし、世界最大木造建築なんですけれども、なんでしょうね、この感動が伝わる写真ってあんまないんですよね。そうですね。めちゃくちゃ映えるっていう。でも映像でもなかなかこれ伝わらないですよね。本当にさっきマリオさんがおっしゃったように、リアルにその場にいて、その空気感も含めて全部で体験して初めてわかるっていう。あの場にいて初めてわかるっていう、この SNS 時代においてはすごい、そうですね。ちょっと不思議な、かつやっぱりキャパシティもすごかったですよね。万博全体のパビリオン体験とか催事のキャパシティって結構そんな多くなかったんですけど、でこれこんなに20万来たらやばいじゃないかって思ったんですけど、リングが数万人吸収するんですよ。確かにあれがだから運営にとってもすっごい。予約をしてなくてもリングをこう歩くだけでもすごい満足感ですけど、それが以上のすごいプラスのエネルギーを受けますね。上丸いからどこに行くわけでもないじゃないですか。それをなぜかみんな楽しそうにただ歩いてるっていう、あれを見た時にびっくりしました。目的地からは遠ざけてるんですよ。最短距離では絶対ない歩き方をしてるんで。もう Google 時代においてリングっていうのは絶対最短じゃない歩かせ方をするんですけど、上にも登るし、でも楽しいっていう、やっぱり移動手段そのものをやっぱ目的に変えたっていう素晴らしい。ありがとうございます。忽那さん、ちょっとどうしよう。ありがとうございます。ランドスケープの関係。そうですね。渋さんと一緒にこう会場全体、静けその森だけじゃなくて会場全体をデザインというか、アートもそれ脈々像もで音楽もというところ、トータルにランドスケープ風景をデザインしてできたのがすごい良くて、さっきもありましたけど、僕緑会場広いですけど。緑を返して次のパビリオン、緑を返して次のキッチンカー、次にきっとこうやってこう緑を返した風景で全部が包まれるという話をやるのをもう最初から努力をしようとしてて、さっきありました公園に来たような雰囲気でただ緑をこう歩いてる。でそれと僕は全体海に例えたしまなみの風景を作るということで瀬戸内の風景みたいなことでやってたんで、そこの芝に座ったりとか帆掛け船で例えた竹のベンチとかいろいろ座る空間を全部作りまくったんですけど、それでこう人が座ってる人がいてる人がすごく美しく見える、緑を返して見えるという、それでそこを使いこなしてる人がもうありとあらゆる姿が見えて、もう僕としてはもう感動的で、趣味の力ですよね。本当に。でだからなんかもう毎日行くようになったいうやつをね、もう何回も聞いてて、毎日もうパビリオンもう行かんでええねんって。ごめんなさい。予約取りにくいから。でもなんか遊びに行ってるだけで面白いっていうか、そのショーを含めて楽しめたっていうのはもうすごく話聞いてて嬉しかったです。これが本当に次のトピックの街づくりにもつながってくるんですけど、やっぱりこの万博も含めてさっきのリングが絶対最短距離じゃないという話にもつながるんですけど、効率性だけでやっぱ街を作ってたんですよね。でやっぱもう緑はどんどん切っていくと。でも土地あたりのこの売り上げがどれぐらいになるかっていうようなこの議論ばっかりしてたわけですよね。で東京なんかはどっちかというともう本当にもう富裕層だけしか見なくなってきて、でその結果やっぱり街がどうなってたかっていうと、富裕層もそこに来ないわけですよね。そんなラグジュアリーなサービスだと他にもいっぱいあるから、街が面白くないとやっぱ来る価値はないと。でそういう意味ではこの最近の大阪のグラングリーンですよね。まさにこう一見お金を生まないけれども、あらゆる人がそこに集って楽しそうに過ごすっていうコミュニティがベース広がってて、そこにこうラグジュアリーだったり文化財圏だったりいろいろなものがある。で万博はまさにこう本当に皆さんのこの取り組みによってやっぱりもう目的だけじゃなくて、そこにいていいっていう場所がリングの上だったり、あるいはこの森の中にあって、でそうするとそれをみんなが工夫して使う余白にもなったっていうことだったと思うんですけど、そのあたりこれからちょっと大阪の街づくりにどう生かしていくのかみたいな、全然政治的になんか突っ込んだ話をする必要は全くなくて、何がこれから
まちづくりとしてキーになるのかとか、そういったところがあれば。ありがとうございます。でまさにおっしゃる通りで、かつての価値観でいうとちょっと非生産的じゃないっていうことが結局、都市のゆとりを生み出してもって多分労働生産性を上げて結局一番ビジネス面でもいいんじゃないかなっていう思いがしてまして、というのは大阪っていうのは非常に面積が狭くてですね、高度に都市化をしてますので、建てようと思ったらどんどんビル建てれるんですけど、多分それをすると非常に狭い地域だけで完結してしまうんです、なのでイメージはこれをどんどん広げていくイメージ、ゆとりを持った自然や公共空間を作っていって都市の形をどんどん成長させていくっていうイメージを持っていきたいと思っています。で大阪市は結構姉妹都市があってシカゴやメルボルンで、さっきパリやいろんなところ行きます。やっぱりストリートと都市公園が非常に発展していて、今はもう昔の工場跡地や倉庫なんかをリノベーションしてスタートアップの拠点にしたりして、そういう拠点では別にオフィスらしくなくてもコワーキングスペースみたいなのがバーッといて、たまり場みたいになってるんですね、でもそこで若い人たちや、観光者の皆さんが、自分の人生を思い描いてその街で過ごしている、でその光景がまた人や投資を呼び込んでまた広がっていく、大阪っていうのはともすればですよ、ちょっと稼ごうかなとかどんどん入れ込もうかなとなってしまってた過去もあるかもしれませんが、これからはやっぱり御堂筋であったり梅北グラングリー難波広もそうですね、ありがとうございます、ああいうところから都市を広げていくイメージ、こういうイメージでビヨンドエキスポっていうのは街づくりをしていきたいと思います。いやもうすでにこの万博っていう巨大な成功例があり、でそれに先駆けた、グラングリー、多分後で忽那さんがそれ出してますけど、新世界もそうだし、御堂筋もあったりすると思うんですけど、そのやっぱり成功例を軸にしながら、確かに70年万博もね、本当に素晴らしい成功で、これ日本全国でもあったんですけども、今回やっぱり大阪・関西の人たちの力で立ち上げた成功なんですよね。そのたくさんの未来を感じる力っていうのが街づくりにもつながってくるんじゃないかなという気がしますよね。どんどん本当に若い人や、大阪の先ほど申し上げた通り結構オープンマインドなエリアですから、多くの人が入ってきてもらって楽しんでもらう、でそれは働こうっていう価値観だけじゃなくてゆったり過ごしてもいいですし、スポーツやアートっていうのがあふれる街っていうのをしていきたいと思っていますね。ひいてはそれが結局多くの人を引きつけて労働生産性や税収を上げて結局街づくりにプラスになっていく。あえて非効率性というか遠回りする方が街としてはゆとりが出るのかなという思いもそうしています。今回の万博自体も経済合理性だけを追ってたら、それがどんどんやっぱ貧しくなってしまったという、モールを便利だから建ててみたら地域の商店街全部消え、でも隣に似たようなもっと大きいモールがあったらそっちに行っちゃってみたいなので、日本の地域っていうのはどんどん消滅していって、で結局確立化してしまったっていうのが、この数十年の一つの失敗だったので、でも観光インバウンド、世界が日本の食っていうものをすごく高く評価して、地域性ローカルのこの力こそが、で今回の大阪万博でまさに大阪と世界が間違いなくつながっていったわけなので、そこからやっぱり未来の力を立ち上げたいですよね。ということで、多分今フリップを用意している須田さんとちょっと藤野さんにその後お話しいただければと思うんですけど、それに向けてせっかく用意していただいたんで、全部やってると時間ないんで、何個キーポイントをぜひちょっと。森のさっき言ってくれた森、水と緑と空しか見えない空間という話を作るという話がやっぱりもう都市の中心になるべきやと思ってて、でそれはこの万博の跡地もこの森を、リング登るところも中心に緑を中心に、僕はやっぱり居場所とそこで自分の役割が見つかるような都市っていうのが、作るべき街というところで、やっぱりこの緑の中で自分それぞれの使いこなしで居場所が見つけられるというような、そういう街に大阪もしていきたいなということで、さっき難波広場っていうのはもともと車だらけでタクシーブースやったところがこういう広場になってるというようなところで、横山も
さんとも一緒にやっている、吉村さんが市長の時に提案がまとまったっていう御堂筋を全部、森にするという、セントラルパークにするという提案、これ大阪市の施策の中にもうちゃんと組み込まれてますんで、横山市長のもと、どんどん車道を減らしていくというプロジェクトが始まってます。でそれであれですね、先ほど宮田さんの言ってたグラングリーン、この矢印のところ、これが御堂筋です。でここが大阪城で、ここが水と川との空間が土佐堀堂島ありますんで、こっちに、万博跡地でずっと回れる、水でずっと回れるのが周運で回れるのが大阪の特徴なので、これを、グリーンの矢に見立てて、グリーンアローという話で、緑を真ん中に中心に、ネットワーク中心に、今後25年以降に、先人たちもそれを努力してきたんですけど、こういうネットワークを作っていくという、真ん中に緑、水を置いた街にしていくという話が、大阪の未来になってほしいという話で、ぜひ横山市長にグリーンアローとこれから言いまくる人になってほしいな。いや素晴らしい。すごい、このネーミングまたおしゃれですよね。ありがとうございます。逆立ちとも出てこないです。このグリーンアローっていうこのイメージ今聞いた後みんな見たら有名で、それで東と西作ろうというような話は、拠点として作っていくのは市さんも大阪さんも考えられているので、それを全部緑につなぐという話をこれから25年きっかけに作っていけたらという。素晴らしい。藤本さんにはグリーン X に見えてんじゃないかと思うんですけど大丈夫、どうですか、すいません、雑な振りで藤本さんにいや、いいですよね、こういうグランドプランってすごく大事で、でも僕、今回の万博で実感したのが、その人間スケール、ヒューマンスケールって僕ら言うんですけど、すごく人間にこう近い大きさ感で、安心感がある大きさ感と、それから大きなスケール。でリングって、巨大ですよね、一周 2km あって幅も 30m あって巨大なんだけど、下にみんな子供たちとか地べたに座ってお弁当とか食べてるじゃないですか。あれなんでかっていうと、柱が 3.6m の四角で落ちてるんです。で 3.6m×3.6m 大体8畳間ぐらいの大きさなんですよね。なのであそこで、しかも上にこう梁が入ってるところの下にみんな座ってるんですけど、そうするとなんかお家の中にいるような感覚がある。でもその隣の上が抜けてるところは大聖堂みたいな、ずーっとこう果てしなくつながっていくみたいだから、あの構造体の中に実はすごい安心できるおうちスケール、ヒューマンスケールと、それから見たことないような巨大スケールが実は同居していて、藤本建築の真骨頂じゃないですか。そうなんです。すごいですね。いや、藤本さんって本当に僕すごいリスペクトしてやまないのは、本当に一人一人のこの過ごし方に繊細に寄り添えるミクロな設計と、誰もがびっくりする圧倒的なスケールを両方合わせ持ってるんですよね。やっぱどっちかっていう人が多いんですよね。圧倒してなんか人をゴミのように踏み潰すような建築もあれば、すごい寄り添いすぎて全体がよく分かんなくなっちゃうっていうか、スケール感大きくなるとなんだろうってなるようなものもあったんですけど、藤本さんやっぱキャリアの最初からやっぱ情緒障害児っていうね、お父さんが精神科医だったんで、情緒障害児のための施設とかから始まってることもあって、すっごい繊細に過ごし方がやっぱ考えられてるんですよね。そうそう、人に寄り添うっていうのは大前提ですよね。でだけどこういうさっきみたいな都市的な体験ってやっぱり、都市ならでは、あるいは今回の場合は万博ならではの、やっぱりすごいな、日常ではなかなか味わいがないよなっていう、その体験も両方重要で、それをどう共存させて作っていくのかっていうのが多分これからの街づくりの一番の鍵になるんじゃないかなと。でさっきの難波広場なんかはまさにそれが本当に上手に作られていて、大きい広場なんだけど、ちょっとした段差とかね、そういうのをうまく使ってそのヒューマンスケールを作ってるんですよね。であとは樹木もさっきね、御堂筋も森になるっていう、そうすると都市的にはザーッと大きなグリーンの、軸ですよね。で圧倒的な軸なんだけど、木の下はやっぱりそれぞれ居場所なわけですよね。だからやっぱりうまく作られてて、その視点でこう街を、大阪の街作っていくとめちゃめちゃ魅力的な街。今までの街っていうのは本当にパーソナルスペースをいかにこう占有で確保するかで、土地を所有するみたいな形で、あとは違うもの、パブリックみたいなのを
公私の切り分けがこう明確だったし、そこでいかにお金を回すかだったんですけど、今回の万博まさにそこがクロスオーバーしていくっていうところもすごくで、それがまた新しいデジタルによって多分できるようになってきていくわけですよね。過ごし方も時間帯によっても変わってくるしっていう。そうですね、だからさっき横浜市長おっしゃったように、今まではどうしても機能的にこう切り分けて効率性をっていうふうに街を作ると、じゃあ人がちょっと人間に近いところはちょっとあんまり機能的じゃないんで、大体においてだって道端でゴロゴロされたらどうしようって今までなってたじゃないですか。でも意外とヨーロッパの街なんかでも道路にこうカフェのテーブルがはみ出してきたりして、これ日本の法律をちょっとねアップデートしていかなきゃいけない部分ではあるんだけど、やっぱりそういうこうヒューマンなところがにじみ出してるのは魅力的ですよね。これ本当に思いまして、で僕はもともと最初は行政職員で、はい、いわゆる河川管理者っていうのをやってまして、で日本の法律は基本はその公共用地は安全性の方が重要なので、あんまり人は近づけないっていうのが、基本的な多分発想としてあるんですよ。で河川法も改正されていろいろこう川に親しむ空間、浸水空間っていうのがいろいろできるようになったんですけど、川もそうですし道路もこれからどんどんこう先ほどおっしゃられたように、例えばちょっとのスペースを、地域の皆さんと協力してカフェをやったりですね、いろんなこう浸水エリアや道路上で楽しむ空間っていうのをどんどんやっていくと。公共空間で冷たいイメージがあるんですけど、これをやっぱりこう開かれた空間にすると、都市がもう一段こう上質化していくんじゃないかなっていうのは、非常に思いますね。やっぱり包摂性っていうところですかね。やっぱこの万博、あらゆる人を受け入れて、グラングリーンもそうじゃないですか。もうあらゆる人を一旦受け入れて、そこで場が生まれて、でそこからまたいろいろなものがコミュニティがそれぞれいろいろな催しをやってみたりとか、時にそれがパーソナルなものになったりっていう、それがすごいキーワードですね。でもう一つちょっと市長にお伺いしたいのが、今回の万博のこの空間の特徴っていうのは、まさにリングっていうのは上も下も圧倒的な祝祭性なんですよね。それがもうお祭りの場であり、世界と今つながってるんだっていうこうわーってアッパー感を感じる。で一方でそれと同時に静けさの森の持つこの内省性っていうのがやっぱうわーっていうのだけだと何も残らないんで、性質にやっぱりこう自然とのつながりとか未来とのつながりを感じるっていうこのやっぱり二重構造がすごく大事だと思うんですよね。でこれが多分街づくりにもつながっていけばいいなと思うんですけど、まず前者のやっぱ祝祭性ですよね。大阪のやっぱりレガシーとしてのやっぱ人の力盛り上がりみたいなで、さっきもう一個出てこなかった新世界なんかは祭りでなんか復興してたわけじゃないですか。なんかだからそのなんか万博をきっかけにやっぱり大阪の祝祭をこう今後ね優勝パレードもあったりとかねいろいろあるんでしょうけど、多分なんかこう祝祭の設計っていうのもこの街の中にすごく重要なものになってくるんじゃないかな。なるほど。ちょっとお答えに添えるかどうか、自信もないんですけど、少なくとも冒頭申し上げた、例えば日本型の都市でいう東京と大阪の違いでいうと、やっぱり大阪の方が規模が小さいですし、一方で大阪の特色として多様性とかオープンマインドっていうのがあると思うんです。でかつエリアが例えば北と南で全然違うんです。これ北は割とこうなんていうか上質で平たく言うとおしゃれな空間なんですけど、南っていうのはこうもっといろんなことが詰め込まれてて、でも詰め込まれてる中でなんかこう安定性と非安定性がこう交錯しているような、いやこう不安定なカオスな新世界とグラングリーンみたいな。でもカオスさがまたこう人を引きつけるんですね。いやどっちも大好きです僕。でこれにまた新たな例えば西の拠点としてはこの夢島がなっていくわけですし、東の拠点としては僕はポテンシャル高い地域の一つがやっぱ京橋、大阪城の周辺地域、エリアも非常にこう地域の人たちの力が強くて、京橋駅って結構僕は重曹近いってあれですけど、京橋と重曹ってちょっとこう似てるんですね。なるほど。飲み屋でもありますし、賑やかで。で新しい公立大学もできて、若い力もどんどん入ってきて大阪城っていうポテンシャルもあるので。緑に入れますよね。そうなんですよ。なので中之島には今度中之島クロスもありますし、中之島は新たに駅もできます。で新大阪出していただきましたけど、新大阪は、もう一回フリップと僕もこの絵大好きで、ここですね。
これお借りしていいですか。これをね、僕いいわ、ちょっとこのモテる写真撮って。実は14年前に府議会議員になりまして、一番最初にやった議会の質問がこの御堂筋だったんですよ。なるほど。で、一番はやっぱり新大阪と難波を、もうズドンと一つの公園として見て、で淀川っていうポテンシャルなんですよ。最高。淀川ってすごい超自然の力を持ってる、確かにすごいポテンシャルで、で、まあ歩く人いないでしょうけど、歩き言われてもまあ歩ける距離なんですよ。新大阪だと。そう、歩く構造になってるから歩ける距離。夏出しゃ歩けるんですよ。じゃあもう一層そこまでをズドンと一つの公園と見ると、そうですね。一気に都市が開く。そうですね。もちろんこれ簡単にはいかないですよ。経済活動してそうますから。ですね。そうですね。だけどこの発想は僕は非常に大事にしたいですね。これからも。まさにリングが、ね、回り道を魅力に変えたように、そうですねやっぱりそのこう移動するプロセス自体も楽しいと、いやそうですね大阪の魅力がもっと高まりますよね。そういう意味で、空間ですけどいろんな街の違いを味わえるっていうところは確かに万博会場のそのイメージはちょっと生かしていけたらなと。藤本さんなんかいや今なんかお話聞いてて淀川を横切る浮かぶ公園を作りたいなと思いました新しいこれをつなげる新大阪から淀川はやっぱ大きいじゃないですか、はいはい、で橋はまあ当然何本かそうか、かかるんだけど移動してる間も遊んで子供たちが公園が橋になってて、はい、上にもグリーンがあって、はい、でなんか遊んでるうちに淀川渡ってたんだよね、それ作りましょう。そう。ちょっと待って。お願いします。俺の話の人に怒られるんで。アメリカ今度新大阪南もいろんな新大阪駅と南口もいろんなプロジェクト多分今後始まっていきますし。で淀川を自然を見ながらグラングリーンについて御堂筋通って中広場行く。そうですね。すごいいいコースだと思うんですよ。確かにそうですね。なんで作りますか。わかんないですけど、あんま確定的なことは言わない方がいいですけど、多分皆さんのいろいろ。でもおっしゃるように、南北にこういうなんていうかな、歩いて楽しい空間っていうのをちゃんと都市の真ん中に持っているというのがさっき言ったこう地域界隈性の違い、もう小さい場所本町も千葉の町があったりとか、もうそれぞれにこう町の歴史ともう住んでる人の性格も全然違うっていうのが全部こう輪切りのように見えてくるとしても最高に楽しい都市かな。ああいう性の楽しさがねあるといいですよね。だからこういうふうに渡るだけじゃなくて流されてってもいいかもしれない。そうね。流されてってなんか今おっしゃってたこのなんかこういろいろな場所のこの魅力、それこそ天満橋の方にも行けますし、そうですね、ずっとこう淀川から夢島つなぎましょうとか、そういう社会実験で州の実験もやってますし、水でもつながりますね。流されながらご飯を食べていいですね。その景色ごとの場所にあるこの食材をちょっと最高食べていったりして、この流れる景色そのものを感じ体験するとか。じゃあその淀川の上の公園に川も流しますか。そうです。いくらかかるかわからない。発想として僕道頓堀の飛び込みあるじゃないですか。阪神優勝した時に。でそれをダメだって言うんですけど、ダメだって言うだけでなんかちょっと面白くないなと思ってまして。飛び込める飛び込める作るのいいですね。これ川の水質を向上する今すごい上質になってきてるので、まあ昔よりはいいんですけど、とはいえ例えばですけど、まあこう飛び込みできるプールみたいなのを浮かべると、まあこう飛び込めるんじゃねえと思いまして、最高ですね。もっと面白い光景を作る方が多分面白いんやろうな。そうですね。ダメよって言うんじゃなくて、もっと面白いことをやったらいいんじゃないか。飛び込んじゃうのをどう作っていくか。安全にという。なるほど。飛び込んじゃいなよと。そういうので、まあちょっと道頓堀は今舟運があるんで川に浮かべるのはちょっと現実的にまだ難しいですけど。でも藤本さんの浮かぶ公園でね、そうですね。世界的にも浮かぶプールではありますもんね。そうですね。ちょっといろいろ仕掛けはできないかな。なんかね、インフィニティで景色でこう愛にゆらゆらじゃなくて、もうガンガン飛び込んでやってっていうこう動的ななんかこうそれを横目で見ながら御堂筋を歩いていく。すごいっすね。この街はなんか人が飛び込んで島が流れてるぞみたいな。そうもう人のパワーですね、もうそこのね。すごい。いや最高っすね。
いやでもやっぱそういうなんでしょうね、この祝祭性を持ったこの人の力をこの場の未来につなげていくような取り組みが、まあ、こう大阪の中でどんどん紡がれていくと本当に万博の真のレガシーになってくるような感じしますね。なんかで先ほどやっぱり人っていうところで、まあ、大阪のやつはやっぱりノリとボケとツッコミできへんかったら全然モテないんでそういうのがもう試練としてやってる人たちなんでレスポンスがすごくいいんですよね。何かツッコミあったらこう聞かれたら自分でできることないか探そうっていうような、まあ、そういう人の話のにわいって、まあ、結構やっぱり他のイベントなんかをやってても全然違うリアクションがある、まあ、そこをすごくなんか国際的なところなんじゃないかなと思っているので、もう一つはね、森の中にその祝祭性の一つのそのアートの展開ですね。宮田さんが、ずっと森の中のアートっていう話をこう率先されてやってて、まあ、そういうこう森との付き合い方っていうのをこれから自然との付き合い方、生活の中の暮らしに取り込み方っていうのを考えていく場っていうふうになっていってほしいなって思う。いやそうなんですよ。それが実はさっきの前のセッションでイタリアからのマリオさんもおっしゃってたんですけども、やっぱアートこれまでの街の使い方って決められすぎてたんですよ。ここは何々をするものって、まあ、でもうそういうルールだったんでさっき横山市長もおっしゃってたように仕方に何々をしてはならないみたいな、これはこれとかですね。であるいはなんか記念碑っていうのも、まあ、ある種その当時のこの権力関係から物事を決めるんですよ。この見方はこれですみたいな。じゃなくて今回の万博のこの真ん中ですよ、森の中は内省的な場であるとともに問いを開くと。みんなが何か決めつけられるものじゃなくて、まさに余白ですよね。この問いを開いて、それが街づくりのこの未来につながっていくといいんじゃないかな。なんか問いを開く場にしていけるとすごくいいなっていうふうに思うんですよね。いや公共空間にパブリックアートをどんどん設置したいっていう思いはこれは非常に強く持っていて、でユートリアル空間を作っていくと同時にそこにいろいろこう常にアートに振られる空間作りっていうのはこれ非常にいいと思ってます。でそれはもちろん文化的な側面からも経済活動っていう側面からもそうですね。森やアートっていうのは非常にプラスになります。でこのパブリックアートっていうのは推進していきたいというのが大きな思いです。でこれは先ほども言ったように他の姉妹都市でも非常にうまくされてて、そのメインストリートのシカゴとかすごいですね。すごいんですよ。でメインストリートの前の通り沿いに各店舗がデザインしたオブジェが載ってるんですよ。でここ台までは一緒なんですよ。で上に載せるオブジェはその店舗が提供しています。そしたらこの均一性となんていうか創造性がこう歩いててすごい楽しくて、全体が美術館みたいな。そうですね。こういう空間は非常に良かったなと。シカゴの街並みとか本当に歩いてたらピカソがドーンってやったり、アートってこうある意味では僕らの普通の価値観からちょっと逸脱してるわけですよね。それは問いを開くってさっき宮田さんおっしゃったように、普通ではなんだこれになるんだけど、その先をこう提示してくれてる。で今回の万博僕すごく意味があるなと思ったのは、アートもそうなんだけど実は各国のパビリオン、各国の文化、音楽、パフォーマンス、食べ物っていうのがやっぱり僕らが普通に当たり前だよねと思ってるのからはやっぱちょっと違うわけです。それぞれがそれぞれの文化を持ってるから。だから一見僕らが当たり前だよねと思ってるところから実はもう一歩先に踏み出せるきっかけが溢れてる。その感じっていうのは街にアートがある状態と実は万博に来てる状態っていうのはすごいなんか近いなと思って、で若い人たちと子どもたちが自分の世界だけじゃないんだなと、なんか違うよねと、違うけど面白いんだな、違うけど彼らにとってすごい大事なんだなっていうのが実は世界に溢れてるっていうこの感覚って僕すごい大事だなと思って、でそれがその後にね万博体験しました。その後に例えばアートが街であるとなんだろう、まずは意味わかんないわけですよね。まずは意味わかんないんだけど、いやもしかしたらこれは自分が当たり前だと思ってるその先を何か提示してるに違いないっていうふうにポジティブに見れるじゃないですか。だから万博の体験と
街にアートがあるっていう体験は僕はねすごいポジティブにつながっていくんじゃないかなという気がしますね。静けさの森でもトマス・サラセーノのアートが例えばいろいろな問いを開いていったんですが、あれがあることであのアートの意味ってあらゆる命を受け入れるんですよね。そこに来た鳥とか虫を祝福しようと。で実は彼は別の場所でやった時に鳥を招こうとして1匹もいなかったんですでこれもめっちゃ1匹もらえへんやんけみたいな話をして、今回天王寺動物園の皆さんと一緒にディスカッションしていろいろな工夫をしていっぱい来てくれるようになって、そしたらもうみんな喜んで、でスタッフもそうだし来場者もそれ知ってるんで、新しい虫がいましたよって、虫とかって嫌がれるんじゃないですけど、新しい虫がいましたよとか、鳥がちょっとこの間来ましたって言って、そこにいる場をみんなが祝福するようになるんですよね、命を。結構やっぱりそういう何を問いを開きながらその場をどうしたいのかっていうような、なんていうかコミュニケーションのきっかけにもなったりするんで、それがなんかすごい素敵な体験でしたね。というところで時間がすいません、もう結構来たので、ぜひちょっと忽那さん市長の順で、藤本さん次も登壇なんで、まとめの話は次にまとめてお話しいただいて、ちょっと時間も限られているので、忽那さん市長でこのセッションの、これからのポスト万博の大阪に向けて改めてはい、この静けさの森は70年の万博の森をもっとよく環境するために間伐してきた、そういう森を半分木を使ってやってます。でそこに生態系を作るということで、先ほど宮田さんから問いっていうのがありましたけど、やっぱり雑木林の美しさとか、豊かさで、それとね下の草地って言ってるところ、この2つが、日本の風景から失われかけてるんですね。エネルギーとして、薪とか杉とかそういうふうに取っていった草地は牧草地で家畜とかその餌にしていくというカル文化なんですね。何が言ってるかという、人間が手を入れて初めて自然っていうのを美しく、持続可能性になる、だからそのことがなくなってきた時に、我々はこの雑木林的美しさと多様性と、草地の管理とかも含めたものに文化としてどうやって関わっていくのという違う関わり方とかアートとか、そういうところで暮らしの中にそれがあるべき関わり方をしていくっていうことを考えないと、本当は自然と共生する街っていうのはできない。その問いをこれからの未来にみんな考えていって、自分で体験して関わって、楽しい場所にしていこうよというようなメッセージがこの万博から、次の街に、あるいはもう大阪の街全体にもその話が伝わっていくっていう話になったらいいなと思っております。そうですね、まさに大阪万博来場してくださった大阪の人たちっていうのはもうそれを感じ始めているので、そうですね、その人たちが市長と、一緒に忽那さんとも一緒に、もちろん僕らもあれですけど街を作っていけると可能性が広がるかもしれないですね。市長じゃいや今日本当にありがとうございました。大変貴重なご意見いただきまして、で改めてこの半年間振り返って本当に皆さんに感謝したいと思います。で我々がこの万博から学んだことっていうのはもうすごい価値があることでして、でこれを良かったねじゃなくて次に生かしていく、街づくりに生かしていくということが重要だと思います。今日意見交換させていただいた通り、少し上質な空間、圧倒的な国際都市として都市格を上げていくというところ、しっかり取り組んでいきたいと思いますし、緑やアート、ゆとりある空間、若い力が躍動する街っていうのを目指して吉村知事と一緒に取り組んでいきたいと思います。アートに関してもこれ僕も非常に強い思いがあって、アーティストの皆さんの出口を作りたいという思いがあって、でいわゆる日本っていうのはアートの、マーケットとしては実は非常に国際的に少ない、ちっちゃいです、非常にちっちゃいで、特に大阪は実は人口当たりの美術館数っていうのも少ないんです。ですが、ここで国際アートをやっていきたいなと思って、つまりここでアートを販売できるっていうマーケットができたら、アーティストの皆さんの出口ができるんじゃないかなと思います。なので今年も大阪城ホールでやりましたインターナショナルアートっていうのをやってですね、そこで商談できるっていうのを各国の皆さんも出していただいているので、これを毎年やっていきたいと思います。で大阪アートのマーケットを広げる、でたくさんの若い力やそのアーティストが躍動する街っていうのを作っていきたいと思います。で今日皆さん多分気を使って話されなかったと思うんですが、万博の跡地の問題についてもこれはいろいろご意見ありますから、ビフォーセッションでもですねたくさん伺ってますので、これはしっかり皆さんと議論しながら進めていきたいと思います。
ます。はい本当に皆さんありがとうございます。はい、こちらこそありがとうございました。では第2部終わりにします。どうもありがとうございました。